レッスンをしていると、時々これは間違い、あえて言っていると迷うことがあります。それは丁寧体で済ますと、普通体やタメ口が混ざってしまうことです。今日はこれらが混ざるとどうして少し違和感があるのか、自然に聞こえることについてもお話ししたいと思います。こんにちは、萌えです。このチャンネルは日本語学習者の方が日本の生活、仕事、会話になれるためのポッドキャストです。教科書にはあまり載っていない日本語や日本生活についてのいろいろなテーマについてお話ししています。今日のテーマ、丁寧体と普通体。例えばこんな文、上司と部下、部下の言葉です。今日は仕事がとても忙しかったです。ですからすごく疲れました。これとても丁寧ですよね。これが、今日は仕事がとても忙しかったです。だからすごく疲れました。このだから少し違和感があります。これはある程度距離がある部下から話している内容です。丁寧な文章で話していたはずなのに、だからというカジュアルな普通体が急に出てきてしまいましたよね。これが急に入ると違和感があります。この後にもお話しするんですが、関係性によっても、違和感がある、ない、変わってきますので、こちらは参考程度にこの後のお話聞いてみてください。じゃあ、私が今違和感があるという点、どこが違和感があったのでしょうか。例えば、このだからすごく疲れました。丁寧に言うなら、今日は仕事がとても忙しかったです。ですからすごく疲れました。他にも、すみません。今日は忙しくて参加できません。だからまたお願いします。これ、まただから入ってしまいますよね。どうしたらいいと思いますか？ですのでとか、ですからを使いましょう。すみません。今日は忙しくて参加できません。ですのでまたお願いします。とかですね。他にも、今日は忙しいから行けません。これはどうしたらいいと思いますか？忙しいからより、忙しいですから、忙しいのでを使うといいですよ。忙しいのでいけません。こんな感じで丁寧体と普通体が少し混ざった時にできるだけ丁寧な言葉を使う方法を今日は学んでいきたいと思います。他にもよく会話で急に出てくるなぁと思って気になる言葉があるんですが、それは、でしょ？今日は仕事がとても忙しかったですね。ですから、すごく疲れたでしょ？これも、だからと同じです。でしょうはカジュアルな普通体なので、丁寧な文章の中に急に入ると違和感があります。今日は仕事がとても忙しかったです。ですから、すごく疲れましたよね。ですよね。ますよねを使ってみましょう。でしょうはちょっとね、カジュアルになりすぎるので、ちょっと文体が合いませんね。例えば、この料理美味しいでしょ？丁寧にするならどうしますか？この料理美味しいですよね。他のよくあるパターンとして、なんとかだし、なんとかだし、というしを使った文章があります。今日は寒いし雨だし、最悪です。とか。初級で普通形に接続すると勉強しましたか？最後だけ丁寧体にしたらいいと言われたような。ですが、この詩、丁寧体にも接続します。そしてビジネスやフォーマルな場所では丁寧体に接続する方がもっと丁寧に聞こえるのでおすすめです。丁寧にすると、今日は寒いですし、雨ですし、最悪です。はい。最悪という言葉がね、少し丁寧ではないですが、はい、このように丁寧体をつなげることができます。これら、カジュアルな会話、親しい関係であれば、あまり違和感はありません。ですが、普段から丁寧な言葉を使って気をつけて話している人が、急に普通形を混ぜてしまうと、これはどういう意味なんだろう。距離を私と近くしたいのかなと思ってしまいます。
これ間違って使っているのかなというのもわからないことがあります。使い分けのコツとしては、丁寧に話したいのなら、接続も丁寧にしましょう。だからはですのでとかですから。それからでしょはですよね。なんとかだし、なんとかだしはですし、ますしを使います。逆にカジュアルで、友達との会話のようにしたいのであれば、忙しかった。だから行けなかった。美味しいでしょ？寒いし雨だし最悪のように、すべてをカジュアルにすると違和感がありません。忙しかったんです。だから行けなかった。美味しいでしょ？寒いし雨ですし最悪。少し混ざってしまうと、どうしても違和感が出てしまいます。ただ、ここでポイントがあります。敬語と普通体を混ぜるというレベルの高いテクニックもあるんです。これが日本語の難しいところ。例えば私が今日話しているのは基本的に丁寧体です。でも、ほら、このでもとか、時々普通体も入っているんです。日常会話でも相手との関係を近づけるために、丁寧体と普通体を混ぜることがあるんです。完全にフォーマルだと距離が遠すぎる。カジュアルすぎると初めて会った人の家に勝手に上がってソファーでくつろぐぐらいの変な距離感。この調整は人によって感覚が違うのですごく難しいです。丁寧体と普通体、混ざっている会話、皆さんが聞きやすいのはどれでしょうか？皆さんはオフィシャルな場所、カジュアルな場所の話し方、使い分け、意識していますか？難しいと思いますか？もしうまくいった経験や失敗した経験があれば、ぜひシェアしてくださいね。